アニーザアニソン居酒屋へようこそ。先生ようこそ。お久しぶり。はい、乾杯。はい、おい。チンと。はい。先生、ようこそいらっしゃいました。ようこそ。レジェンドシリーズ、また呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。すごい楽しみにしてました。いや、ありがとうございます。来てくださって本当にもう嬉しいです。あ、いえいえ、もう飲んでいいんですか。飲みましょう。飲みましょう。あ、美味しいね。この日本酒もチャリティーイベントお疲れ様でございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。来ていただいて。はい、毎年先生ほらこちらですね。見てください。すごい盛り上がりましたよ。本当ですか。アニーザさん来ていただいあれの時？ありがとうございます。て。ね、ガドレージ。本当ですか。もうそう言っていただけますといやもうもうやっぱりね、音楽はすごい。おっしゃってましたもんね。音楽は勝てないです、我々は。いや、そんなことないです。無意味です、ほぼ。そんなことないですね。おっしゃいますか。言い過ぎです。言い過ぎ。がないじゃないですか。音楽には勝てないんです。そうなんですかね。勝てないんです。俺の高校の教科書に、はい。ね、誰かの文だと思うんだけど、音楽に勝る芸術はなしっていう文章があって、俺これからさ絵描きになろうとしてこれどういうことって思いましたよ。でもう年食ってくると分かる。絵ってこう見ようと思わないと見ないですけど、見ても分からない。見ても分からなかったりするんですもんね。音楽は入ってきますもんね。勝手にね。音楽知らない人でも絶対音感なくても分かるああ、そういう意味ででしょ。そうですね。感じるんだ。絵見て感じますそこまで作者の気持ちが伝わりにくいってことなんですか。いや難しい。難しいですね。富野監督いるでしょ、はい。彼はその周作時代若い頃に、はい絵描きになりたかったらしいの、あ、もともとなんですね。若い時だから。へーところがドガっていう画家いるでしょ。犬、はい。犬をドガが描いてる絵があるらしくて、それを見て俺はとってもじゃないけど勝てないって文学の方に行って、文学の。あの人で、俺は周作時代にピカソの石膏デッサンを見て、俺は超えると思って、あ、そこが分かれ道だねっていう話をしたああ、そこで。そんなもんですよ。2026年はまた何かこう新しい作品とかも期待できますかね、先生。あ、でもいろんなことはやってきますよ、いろいろ。だって、鏡市長の鏡市長。ほら田んぼアートのはい。なぜかシンデレラとかいう題材になっちゃって、でシンデレラって俺の好きなシンデレラ描くと誰も分かんないだろうなって思って、ディズニーっぽい、ディズニーっぽいシンデレラにした。そしたらやっぱり案の定好評だった。やっぱりそうなんですね。シンデレラはイメージがありますからね、ディズニー。そうなんだよ、あ、来ました。先生来ました。はい、どうぞ。お待たせしました。ははい、あ、熊だ。い。クマが。ポテト。熊だ。はい。先生好きなやつの好きな俺が好きなポポテトテトサラサラダでございます。ダ。こんなたくさん死んじゃうよ。お好きなだけ。先生用です。あ、なんか美味しそう。ありがとうございます。おね好きなだけお召し上がりくださいませ。はい、ありがとうございます。先生、なんかあれ？兄弟なんです、私たち。え、兄弟。兄弟。はい。 2匹。どっちが本物でしょう？早い。誰？先生。あれ？何やってんの？先生にお会いしたくて。そうなんですよ。またアニーザに騙されてる。騙しました。もう乗り気で。騙してしまいました。改めて高橋美希さんです。皆さんこんにちは。大丈夫？一番喜んだ。ドキ
キドキでした。でもね待ってる間。待ってる間そう。待ってないのずっと待ってる人いたもん。そう。こっちへ入っていけばよかった。いやいやダメです。絶対行かせませんでした。行かないようにこっちダメです。ドッキリで。ドッキリに初めて仕掛けさせていただいたので、大丈夫だったずっと。先生のお話を聞きたいなと思いながらここで耳を。いや俺ここでは大した話しない。先生。前を見せてください。大した話してくださ素敵なお話をいつも。いやい。ミキさんもね。ちょっとびっくりしましたよ。そうですよ。やったー。やりました。やりましたよ皆さん。あんまりびっくりするってことないのよ。あ、本当ですか本。当ですか。やった。あんまり。やりましたね。やりました皆さん。もう頑張りましたよ。いやさすがにミキちゃんが出てくるとは。思いませんでした。ミキさん、ミキさん。はい。これ書いていただいたんです。すごはい。あっちもあっちね。なんか先生書いてき小さく書くっていうのがいいでしょ。あ、そうですね。この中で。はい。今日のために。うこわれはすごい迫力だな。これはね彼が好きだってはい。ー。そうなんですか。ビルバインなんです。あれセイラってビルバイン乗りましたっけ？あ、ビルバイン乗ってないですけれども乗ってはいないか、はい。ダンバインかあれは。そうですね。あ、乗ったのですか？乗ってないです。いやいやダンバインから降りた。あ、降りた。あ、そうですそうですそうです。そうですそうですそうです。この方がビルバインの製造を承認してますから、ああ、女王さんうん、そうだよ。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。製造。そうです。承認出来上がる。社長久しぶり。さすがオーラ力強いっすね、渡辺さん。あれ誰だろうとか言う。進めてよろしいですか。はい。先生もやはりミキさんいらっしゃるということはもうやっぱりダンバインの話がメインになります。インタビュー流しながら広げて。フランスの方フランスです。はい。皆さん、こんにちは。私の名前はギュギュです。この度のご招待をいただいて、アニーザの皆様に感謝いたします。また、小戸先生と高橋美希さんのお仕事に感謝を伝えられることを光栄思います。僕は89年からアニメの興味を持ち始めました。91年には中学校でアニメクラブを設立しました。そして3年前、日本の文化やアニメ、レトロゲーミングについて語るために YouTube チャンネルを開設しました。日本語はあまり得意ではありません。これからフランス語でお話しします。こんな彼です。あ、チャンネルを作っちゃったんですね。お好きで。この先生、そんなギュギュさんです。ギュギュさん。はい。ギュギュさんという名前なんですね。はい。でそんな彼が、ダンバインをじゃあ最初に知ったきっかけっていつなのかなっていうことをこっちからお尋ねしましたので。J'ai découvert cette série pour la première fois au début des années 90. C'était dans un New Type ou un Animage, je ne sais plus, et c'était pour la promotion de l'édition en laserdisc. Une année après, je pouvais enfin découvrir les premiers épisodes à la maison. Ce qui m'a tout de suite frappé, eh bien, c'était le côté organique des mechas en forme un petit peu d'insectes arrondis et son côté héroïque fantasy. Ce que je n'avais jamais vu avant. Mon premier choc fut en voyant l'opening interprété par Mio qui dégageait une forte intensité. J'avais l'impression vraiment que j'allais pas m'ennuyer. というような出会いだったということです。90年代の初めってことは、ダンバインもっと前ですもんね。83年。3年ですもんね。はい。やっぱちょっと向こうでは放送が少し若干何年か時間があったかもしれないですね。少し丸みのある昆虫みたいな形をしたメガの有機的なデザイン、ファンタジーっぽいヒーロー、ものらしい雰囲気、これ昆虫をイメージしたデザインっていうのはやっぱりもともとそういう構想があったんですかね。富野監督、はい、その、ダンバインのデザインした人は、はい、最初全く違う大魔人みたいなデザインしてきた。そうなんですか。でその後おとみさんとやり取りをして、はい、最終的にはそうなんですか。だから顔はねこう横に潰れてるんですよ。でも
あのままやってもよかったんだけど、その頃の、私が若いから、はい、かっこいい方がいいと思ってああいうダンバイになっちゃう。なるほど。だから作ったのは宮武っていう人で年同じなんだよ。で彼が彼の講演会かなんかで喋ると小川さんがかっこよくしてくれたからよかったって言ってくれてるから、ああそれはそれでよかったのかな。俺はその宮武のまんまの潰れた昆虫っぽい、そうすると昆虫っぽい動きなんかできたかな。なるほどね。思ったりしてる。なぜ若いから若気の至りという。その時っておいくつぐらいって覚えてますか？覚えてますよ。ダンバインでしょ。はい。イテオンが30なんで。30。ちょっと後ですか？34ぐらい。34ぐらい。だよね、ダンバイン。すごいお仕事されてたんですね、30代の前半でも。これずっと乙女さんと付き合って、で3つ目だから。やっぱり世界観はそれぞれ全部変えたいのね。はい。だからイテオンとダンバインってイメージ違うでしょ、全然。違うんですね。でそのファンタジーって日本はなかったんですよ。ヒーローはあったけど、アメコミの影響でヒーローはあったんだけど、ファンタジーの世界っていうのがなくて、でファンタジーだなと思ってデザインもちろんしたんですけど、だから色です、この前も喋ったけど、その89色だったのがガンダムの時に、ザクの緑、あれとあと2色増やしたんですよ。はい、それで、92色、でその92色がずーっとエルガイムまで。イデオンもそうですよね。イデオンからあたりからそうです。そうですよね。イデオンも92色であんだけキャラがいて色なんかできますか？足りないですか90？足りないに決まってるでしょ。そうなんですね。だから目の色決めても影色、三段影の色作らなきゃいけない。もうそれだけで結構使っちゃうんですね。もうすぐパンクですよ。だからイデオンなんかその地球側で色ほとんど使っちゃって、でバッフクランは白ベースにした。ああ、おっしゃってましたね。白は使わない色って言ってましたもんね。あれはね、未熟な私の所業です。そうなんですか？はい、未熟です。その頃よりは多少、若い頃の感覚より今の感覚の方が出てくるんですよ。それだけやっぱりこう引き出しというか、情報量が。引き出しは、引き出しに入れてるものを何かやるときに全部出さないとまた入ってこないから。ああ、一回出したんですね。全部出す。なるほど。今寝てたでしょ。寝てない。人聞き悪いな。でも経験の積み重ねで引き出しの中身も増えるってことですよね。経験がね、面倒くさい言葉で。つまんない経験をいくらしても経験1には満たない。いい経験、辛い経験、辛い経験を超えた時一つ増えるだけ。そんないっぱい増えないですよ。ちょっとずつちょっとずつ。そうですね。だって所詮人間だから。そしてやっぱり作品に携わるたびにやっぱりそれなりにこう苦しいというか壁みたいなのが常にあったわけですよね。ないですよ。ないんですか？どこで邪魔なんですか先生？いやだからね、今なんかいい質問感覚が普通の人よりは出てきたの。はい。だっておかしくない。イデオン終わったらもうその途中イデオンの劇場やりながらザブングルやって、あんなキャラ作ってザブングル終わるか終わらないかぐらいにダンバイのキャラ作ってるんですよ。できますよ。なるほどね、そうですよね。重なってるんですね。じゃないと次がね、そのまま一曲音楽作ってる最中にまた別の音楽作ってっていうことと同じだから。ちなみにミキさんは、ダンバインの役を
やられるとなった時、まあ、ダンバインに対するこうなんか印象というかイメージってどういうイメージ最初ってありました？その頃ちなみにまああれ失礼かもしれない、おいくつぐらい21歳です。21歳の時。はいなので、はい、研究生ですし、はい、イメージというよりも難しいな、難しい世界観が難しいなって途中で出てくるキャラクターだったっていうことがやっぱりちょっと聞いてますか先生、先生聞いてますか？話してますから聞いてください。はい、先生も私いらないって言ってるんですね、先生。だから今危ないんじゃないの？年齢の話がセクハラになるんじゃないのかな、大丈夫っていう心配をしてたの今。でも年齢の話じゃないですね。今の年齢は言ってないですそうですね。ね。今のは聞いてませんから。はい。ギリ大丈夫だそうはいです。はい。それですいません。続きお願いします。そうです。なので印象というよりは難しい世界観だなって、私はアニメとかをみんな見てなかったタイプで、アタックナンバーワンとか秘密のアッコちゃんで育って、そこからは見てなかったので、あ、こういう難しい世界に自分が途中から入るっていうのがやっぱりすごく難しい。イデオン見てないの？見てないんですよ。先生に言ったじゃないですか。先生に言ってお話前白状しましたよね。白状見てないです。でもあれは見なくていいです。何言ってるんですか？何言ってるんですか？わけのわかんない。いやでも見たいと思ってるんですけど、なかなかちょっとごめんなさい。自分のいろんな作業にでも見たいんですよ。本当に見たいなと思って。はい、本当です。先生がダンバインはどうでもいいんだ、イデオンとおっしゃるので、そんなことはおっしゃったと思うんですよ。イデオンは考え方で全く違うから。考え方で。見てないからよかったのかもよ。あ、なるほど。そういうのもですよね。だって17歳の子なんか何も知らないよ。そうか。確かに17歳で世界観ですもんね。アニメにこんなになってて、こういうキャラはこうだなんて考えてて、もう絶対声優になるなと思ってたとしたらちょっと違ったか。ああ、嬉しいね。芝居は上手くなったとしてもちょっと違ったか。そうですね。逆に知らないっていうところが良かった部分あるかもしれないですね。なるほど。先生、まだ質問あります。はい。それではですね、進めていきます。これは暗記してないの大体。暗記はですね。若い人が暗記してない。そうですね。はい、暗記しなかったです。すみません。ダンバインの好きなところ、好きなシーンを教えてください。また好きなキャラクターは誰ですかっていう質問したところ。Ce que j'ai aimé dans cette série, c'est d'être tout le temps surpris d'épisode en épisode, que ce soit bien par les univers traversés, désertiques, aquatiques, féeriques, la forêt vierge, ou encore le monde principal avec ses châteaux forts qui m'ont fait beaucoup penser à la France du Moyen-Âge. Et surtout, ces personnages, il y en a énormément, ils sont ultra charismatiques. Les fées sont super mignonnes, mais il y a aussi des personnages grotesques comme bien les coursiers espions qui m'ont fait beaucoup rire. Voilà, ce que j'ai apprécié le plus, eh bien, c'était la romance dans toute la série, voilà, entre chaque personnage. Et bien sûr, les mechas qui évoluent, qui sont transformables, qui peuvent même grandir. Enfin, on avait un peu de tout. Et on ne s'ennuie jamais. Concernant mes scènes et passages préférés de la série, eh bien, il y a la première rencontre entre Marbelu et Shaw, où elle n'arrête pas de lui dire que c'est un idiot. Et ça, j'ai vraiment apprécié. On comprenait qu'il allait se passer quelque chose entre eux. Et la deuxième, eh bien, c'est la rencontre entre Sheila et Shaw, où eh bien, ces 2-3 épisodes nous isolent un petit peu de la série principale. Et ça fait comme une respiration, une série dans la série. Et j'ai vraiment apprécié ce passage. Et je retiens évidemment les échanges entre Shaw et Burn Banning, ainsi que les 2 derniers épisodes qui sont fantastiques. Mon personnage préféré, c'est la petite fée Shamu, que je trouve vraiment irrésistible. Et sinon, eh bien, c'est les personnages comme eh bien, Marbelu ou Sheila. Voilà. はい。ということでございますが、いかがでしょうか。プイン君は一応ちゃんとこの日のために最後までダンバインを通して
見られていることもう全然今言ってる話全然、全然わかる。はい。団体の知らないの要すあ、全部見ましたよ。自分が。あ見たはい。この二人は途中までしか見てない。はい。僕は見てます。リアルタイムの時に見てますから。私は当時、はい。はいわかりましたいやちょっと待ってください。もうオーラ力のないやつは。彼がなんかどうか信用できない発言をいやだって本当当時俺すごい見てましたからね。で今回またビル・バインの登場シーンから見ました。でシーラは好きなの？シーラはよりもビル・バインです。メカが好き。ね。言うことがなんかずれてる。そんなことない。かわいそう。マーサいじめに入ってる。なんかずれてる。チャリティーの時からずれてましたね。でもやっぱ正直なんじゃないですせっか。かくさミキちゃん来てるから追いついてる。みんな正直なんですよ、まあ大佐。だからミキちゃん隠れてる間何してた？ドキドキした。だからそれを聞きたくて言ってる。やばい。それわかるでしょ？はい、わかります。言ってること。わかります。だからずっとニヤニヤしてるんだね。俺と小川先生のやりとりにニヤニヤしてるの。言っても失敗する。ずっとね。何言ってもダメです。彼の良さはこれから出てくる可能性があるから突っ込んでおかないと彼の損になっちゃう。だからなんか才能あるんだよ。ハモリがうまいとか高音が出るとか。あ、それありますよ。歌はすごいですよ。ある。歌はすごいですよ。さっきお伝えしたんですよね。魅力を前大佐さんの歌が大好きってね。見てくださってそうなんてですアニメ座を。あ、そう。はい。ご自分のもです。前大佐さんのソロも聞かせていただいて、うんはい。とても素敵です。ありがとうございます。素敵だってよ。ありがとうございます。俺ミキちゃんに素敵なんか言わない。そんなことない先生。何度も言ってなかったかな。言ってなかったかもしれないですよ。嫉妬って感情を忘れてたわ。おお。余計やばい。あれね。いやもう敵だ。やばい。Concernant le personnage de Sheila en particulier, eh bien c'est un personnage que j'ai beaucoup apprécié. Dès qu'elle apparaît, j'étais persuadé que Shaw allait tomber amoureux d'elle. Voilà, il y avait des petits indices, on pouvait voir dans ses yeux briller. Shaw qui était pas mal touché par elle. Elle lui fait un petit baiser et même à un moment donné, elle demande à Shaw si il est amoureux de Marvel. Des indices qui me faisaient vraiment croire que l'aventure allait finir comme ça. Et non, voilà. J'aurais aimé qu'on la voie un peu plus dans la série. どうやっぱこう最近見たプイン君としてはなんかシーラ姫に何かこうショーショーザーマンねザマがまあこの恋をし始める雰囲気が漂うんですか？なんかね、恋マーベルのことを好きなのにねっていう感じの。なるほど。なんかあれね、大体この監督はそういう気持ちって出せないキャラばっかり。イデオにしてもそうじゃない。なんかすごくいい関係になってるんだけど、その時だけ。どう思う？私ね、後から知ったんですけれども、ローマの休日がモデルだっておっしゃって、でお聞きしに行った時にも恋心はどうなんでしょう、ローマの休日みたいな、そういうこう曖昧な感じ、でもシーラは間違いなく恋をしている、でも恋をした演技をしないでくださいって録音監督に言われたんですよ。だからやっぱり恋心も全部こう抑え込むぐらいの気持ちで、そのお姫様とか王女として、王女じゃない女王としているから、そういう甘いものを出さないようにって録音監督の藤野さんという方に言われたんですね。それを意識はしました。でもそれが苦しくて自分では、なので何年か経ってシーラ・ラッパーナ様に捧げる歌を書いたんですよ、私。
私から見たもういいのよって、もう泣いてもいいのよとか、もうぬくもりを求めてもいいのよっていう詩をもうやるせなくなっちゃって書いたんですよ。でファンの子たちがそれをすごく気に入ってくれて、なんかちょっと心にモヤモヤしてたものが、やっぱりシーラ様は本当にショーのことが好きだった、でも立場上やっぱり押し殺してたんだって、僕たちが思った通りでしたっていうメールをたくさんいただいたので、多分そういうところで伝わってる感じ、そんな感じで伝わってるかなって私は思ってるんですけれども、実際実際すごいどういうお話じゃないですか、これは。ね。Kogawa Sensei, je ne sais comment exprimer tout le respect et l'admiration que j'ai pour votre travail. Vous avez créé et participé à énormément de projets cultes. Comment ne pas citer votre travail d'orfèvre en tant que chara-designer sur la série Yamato? Mais pour moi, il y a 3 séries complètement cultes que l'on vous doit. Eh bien, c'est Ideon, Southern Cross, ceux qui regardent la vidéo là, ne trouvez pas vous ça juste magnifique, et bien sûr Zangobulu. Alors visuellement, dès qu'on voit vos illustrations, tout de suite on est replongé dans cette époque. C'est ce qui me fait dire que vous avez marqué toute une génération de votre empreinte. J'ai également été surpris de découvrir que vous aviez travaillé sur l'animation d'un jeu de Data East qui devait initialement sortir en arcade et qui fut finalement porté sur le laser active, sur la Sega Saturn et sur la 3DO. Je ne connaissais pas du tout ce jeu et je vais me dépêcher de l'acheter pour découvrir votre travail. Kogawa Sensei, Kokoro Yori Kansha, Moshiagemasu. すごいな。すごいね。あれ知ってます？最後に言ったゲーム。分かんなかったです。あ、分かんない。じゃあ帰ろうかな。キャラクターですか？ゲームゲーム。いろんなプラットフォームでそれ出てます、リリースされてその絵を使って出てます。やっぱりガンタムレジいないとダメじゃん。ダメですね。本当。だって知らないんだもん。俺を呼ぶってことは俺のことを全部知ってないと。いやそうですよね。基本的には。基本そうですよね。だから呼ぶんでしょ、ともちゃんも。ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。先生、まだ質問があるんですけれども、長年アニメ制作に関わってこられた先生から見て、日本のアニメーションの進化をどのように感じていらっしゃいますかというところです。はい。進化はね、これから。これから。ものすごい落ちたから。落ちたんですか？ものすごい落ちてるから。全てに関して落ちてる。だからそれを何とか立て直そうと思って。俺が生きてる間。先生、もう一つだけよろしいですか？はい。今年で20周年を迎えるダンバインのもう一つの物語であるリーンの翼のアニメ化についてどのような感想をお持ちでしょうか？彼の小説のイラストもカバー絵も全部描いてる。だけどさ、両足に羽が生えたからってこれ飛ぶの大変だよ。スーパーマンより大変だと思った。自分で描いててさ、イラスト描いてて、まだ背中の羽は理屈が合ってるけど、足首に羽があったらそうですよね。飛べます？飛ばしちゃったんですよね、先生。いや、飛ばしちゃったんだけどそれはお父さんが飛ばしてるからしょうがねえじゃん。だから絵だけかっこよく描けば飛んでるように見える。なるほどね。そして先生、最後です。フランスに来る予定はございますか？会いたいそうです。あったんだけどなくなっちゃったんだ。なくなっちゃったんですか？フランスは行きたいんだけど、老後はフランスで、フランスの田舎で絵を描いて暮らしたいなって若い頃から思ってて、なぜフランスかわかんないんだけど、いやだから大学入った時もフランス語専攻したり、なんかフランスあるんでしょうね。フランスに惹かれるなんか何かが。フランスの人が会いたいって来てくれるから、なんかあるんですね。あら、なんか面白いね。今日もフランス。フランスですからね。
先生ダンバインのやってたやられた頃にミキさんとの交流もあったんですか当時は？ない。全然ないんですね。やっぱりお会いしたことがやっぱそういうもんなんですね。一回だけパーティーがあったんですよ。やっぱりその時に先生はいらっしゃってたっておっしゃるんですね。私はその時仕事で行かれなくて、先生と会えなかったってなって何年経ってすごい経って2018年にめっちゃ最近じゃないですか。初めておだ会い。ってその頃みっちゃんは小川なんて興味ないもん。そんなことないですよ。シーラ様を生み出してくださったね方とお会いしたいって思ったんですけど、お会いできなくて。だから最初に出会ったのもちょっと変わってんだよね。はい、そうなんですよ。先生の先生どうぞ。はい。そう変わってるんですよ。いやミシャイ先生がお芝居をなさったことがあったんですよね。そのお芝居で一緒に共演ですか、していた女の子が私のミキ塾というところに入ってきたんです。それで私小川先生と知り合いなんですっていうふうにその子が言ったんですよ。なるほど。で私が「そうなの?」って言って「私もお会いしたくてしょうがないんだけど」って言ったら「じゃあご飯を」って言ってセッティングしてくださったんです。そうなんですよ。そうなんですね。縁だ。やっぱりそういった当時は声優さんと関わる接点ってあんまない感じなんですね。他の声優さんとはありましたか？お会いしたり。いやそれはありますよ、もちろんありますけど、みきちゃんとはたまたまなかったんですすごいそうなところからんです。つながったんですね。それで恵比寿の駅で先生、これ言っていいですか？恵比寿の駅で先生待っててくださって、私が改札から出て行って「小川先生だ!」と思って「で小川先生初めまして高橋美希です」って言ったらすぐハグしてくださったんですよ。もうこうやって手を広げて待っててくれて。普通ハグだよね。普通じゃないと思いますけど。それでそこが面白いんですよ。サラっておっしゃったんです。サラ。はい。でシーラじゃなくてサラ。サラって誰って思っちゃったんです。そしたら私の朗読劇公演の次やる役だったんです。さすが先生。先生は未来だって。多少シャレはあります。でも未来だよねって。これから見てるのはシーラじゃなくサラだっていうことを先生がおっしゃって、素敵な。すっごい喜んでもらえると思ってたら一瞬。そうなんですよ。人違いみたいな話ね。なんかとかいう顔されて、そうですよ。私先生間違っちゃったのかなってちょっと思ったんですよ。俺はったりだったのに。あれどういうことってこっちがごめんなさい。先生先に来すぎなんでしょう。もう狐につままれた感じ。ごめんなさい。俺なんか今やってる企画が本当にアニメでやりますよとかなったら、みきちゃんのスタッフ借りますか？みきちゃんも出るんですよ。嬉しい。ばあさん役で。やだ。それおります。お